君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえ、ボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。すごい。海の中に町が。ああ、私たちは本当にたどり着けたんだね。嘆きの島に。テンション上がってるところ悪いけど、ここは観光地じゃないんだよ。チャリで遊びに来たみたいなテンションでほうき一本で気軽に乗り込んでくるな。頭のネジゆるゆるか。本当にイデアさんだ。ロワードドラゴンから聞いた情報は真実だったんだね。イデア・シュラウド、君がステュークスを束ねる嘆きの島の番人であると。なんてことだ。驚いたよ。驚いたのはこっちですわ。どうやってここに。その質問に答える前に、まずは確認させてくれないか。ステュークスが連れ去ったみんなは無事なのかい？悪の秘密組織ぶるのも飽きてきたから素直に教えてあげるけど、全員呆れるくらいピンピンしてるよ。ああ、よかった。彼らが連れ去られてからずっと心配で心臓が張り裂けそうだったんだ。というか、君たち学園でカロン班に秒で負けたんだろ。賞賛ないのになんでこんなところまで追いかけてきちゃったわけ？言っただろ、ビルの気球存亡の時だと。気球存亡。辞書によれば、危機が迫り生き延びるか滅びるかの重大な瀬戸際のことだね。ルーク・ハントさんは何度もその言葉を口にするけれど、ビルシェーン・ハイトさんは何か命に関わる重大なトラブルを抱えているの？いいや、しかし時を失すれば、あるいは私たちはビルの危機的状況を打破するため馳せ参じた。愛する友のためならばこの身がどうなろうと構わない。どうかビルにこれを届けてくれまいか。何これ、飲み薬じゃないよね。瓶内部の成分をスキャン。主成分は水、ビタミン C、コラーゲン、薬草由来の精油。これってもしかして。そう、ビル愛用のスキンケア用品さ。命に関わる薬じゃないんかい。本当にただのスキンケア用品？脱走を企てるため化粧品と偽って危険な魔法薬を差し入れに来たとかじゃなく。今全ての成分をスキャンし終わったけど、腐食性の液体や毒性の強い成分は一切含まれていない。皮膚に潤いを与える成分やおまじない程度の魔力は込められてるみたいだけど、本当にただの手作り化粧品みたいだね。やばー、どこから突っ込んでいいかわからん。そんなもの命を危険にさらしてまで届けに来る必要ないでしょ。どう考えても。何を言うんだい、ロアディテーション部。君の言う通り、命よりも尊いものなどこの世にない。だが命に変えても惜しくないほど大切なポリシーを持つ人間もいる。あんたらはスキンケアをサボった時のビルさんの怖さ知らねえからそんなことが言えるんだ。マンズおっかねえはんで。いや、そんな力説されましても。君ら他に要件ないの？マジでそれだけ？ウィ？被験体へ化粧品を届けるために嘆きの島を襲撃するなんて、ステュークスの保有するスーパーコンピューターシステムをもってしても予測不可能な行動パターンだ。レアケースとしてデータを保存しておく必要がありそうだね。ルーク氏とエペル氏の目的は分かった。全然理解はできないけど分かった。で、そっちの君、オンボロ領の監督生氏、君は何しに来たわけ？まさか君もグリム氏のキャットフードを届けに？それとも毛づくろい用のブラシ？は？ごめん、よく聞こえなかった。悪いけどもう一度言ってくれる？なんか硫黄のかけらが耳に詰まってたみたいで。トリックスターはオンボル領の監督生として
唯一の寮生であるグリム君を迎えに来たのさ。わざわざ言い直すなよ。聞こえてるに決まってるだろ。嫌味だよ、嫌味。いるよね、実力もないくせにヒーロー気取りで感情に任せて突っ走る迷惑なやつ。君らと違って僕は忙しいんだよ。お寒い友情ごっこに付き合ってる暇ないの。じゃあ彼らはナイトレーブンカレッジへ強制送還？そうしたいところだけど。ホルト、ちょっとこっちに。レテの顔はなるだけ同時に使用した方が認知の齟齬が少なくなる。それにあいつらを学園に戻したとしてレテの顔の準備が整う前に教師や他の生徒を焚きつけられても厄介だ。だから本部にいる問題児たちの検査が終わるまではルーク氏たちも島内の施設にいてもらおう。確かにそうだね。ルークさんたちがこの島へたどり着いた方法もデータが取りたい。本部にアクセスして彼らを安全に留置しておける場所を検索してみるよ。ちょうどヘカーテ地区の研究施設に空き部屋がある。僕が案内して調書を作成するね。サインしてもらわなきゃいけない書類もあるし。助かる。僕は本部に戻ってさっさと問題児どもの検査を終わらせないと。昨日保留にしてた被験体 F の調査、少し時間がかかりそうなんだよな。グリムさんは本当に特殊な被験体だもんね。頑張って兄さん。はーい。それじゃあルーク・ハントさん、ペペル・フェルミエさん、それから監督生さん、君たちには聞きたいことがたくさんあるんだ。僕についてきてくれる？ウィ。だがその前に一目だけでもビルたちに会えないだろうか。元気な姿を見て安心したいんだ。検査が全て終わるまで被験体への接触は許可できない。ごめんね。全工程終了を確認したら面会できるよう手配するから、もう少し我慢してくれるかな。そうか。分かったよ。滞在を許してもらえるだけでも良しとしなくてはね。てわけで僕は本部に戻るけど、追加実装した問題児たちはこれ以上変な気を起こさないようにおとなしくホルトの指示に従って。じゃあね。イデア君、待っておくれ。まだ何か？スキンケア用品を忘れているよ。ちゃんとビルに届けてくれるかい？リョウ、検査が全部終わったら渡しておく。メルシー、ロアディテーション部。頼むから少しくらい空気読む努力してくれないかな。疲れるわ、ほんと。うわ、なんだあの乗り物、かっけえ。兄さんが乗って帰ったのはステュークス製の魔導ビークル、通称チャリオットだよ。嘆きの島の住人のほとんどは今君たちがいる地底層にある旧市街ではなく、この島を覆う外壁オキアノスの居住区で暮らしてる。各種リニアレールやエレベーターは完備されているけど、飛行ビークルで移動するのが一番効率がいいんだ。外壁、僕には空にしか見えないけど、そういえばここは海の中だもんね。海の底なのに空があるなんて不思議。人間の生態は心身ともに自然光に著しく影響を受ける。だから島内の環境も各種最新技術によってなるだけ地上と同じ状態に保っているんだよ。外壁内に人工的な天空を再現。天候の変化や四季もある。森林や河川なんかもね。はいは素晴らしい技術だね。ここが地底だなんて私にはとても信じられない。そうでしょう。ここは地上よりずーっと快適なんだから。素晴らしいといえば、今私たちの周りに立つ建築物もとても美しいね。この特徴的な柱は英雄の国の遺跡にあったものと似ているが。大昔嘆きの島は英雄の国の一部だったんだって。この旧市街に残る建物はその当時の名残さ。なんと、ではこれらの建物は遺跡そのものということかい？実に素晴らしい保存状態だ。島の真ん中にある大きな白い柱は何かな。
あれは君らが入ってきた嘆きの島の入り口、オキアノスホールからつながるステュークス本部。あの柱はこの嘆きの島を貫いてずーっと下まで続いてる。あの柱の下にはたくさんのファントムが埋まってるんだ。今は氷漬けにされてみんな眠っているけど、興味本位で不用意に近づかない方がいい。僕みたいになりたくないならね。ムッシュお人形、どうしたんだい？なんでもない。とにかくこの島には危険な場所も多いから観光気分でうろうろしちゃダメだからね。さ、もう行こう。僕の後についてきて。みんな NDA にサインをしてくれてありがとう。君たちがこの島へやってきた方法や動機についても詳細に話をしてくれて助かったよ。でもどれもへんてこすぎて、このデータが今後の防災予測に役に立つかどうかはわからないけど。そうかい？我々はとても自然な感情からここへ向かったのだけど。被験体に化粧水を届けに来た人、一方的にコテンパンにされたのが許せなかった人、それから被験体と対話するために来た人。人間って本当に理解しがたい、いや予測できない行動をするよね。中でも驚愕に値するのはこの島へたどり着いた方法、ルーク・ハントさんのユニーク魔法 ICU だ。この情報を得た瞬間に、さっきなぜ君が一目でいいからビルたちに会いたいって言ったか理解したよ。ビル・シェーンハイトさんたちにユニーク魔法をかけて居場所を把握するつもりだったんでしょう。バレてしまったか。やっぱり兄さんも言ってたけど、本当にナイトレイブンカレッジの人たちって油断ならないんだから。ステュークスがビルたちをひどい目に遭わせているのなら強行手段に出るのもやむなしと思っていたんだが、オルト君が丁寧に状況の説明をしてくれたからね。彼らがオーバーブロッド後、賢者の島の魔法医術師に適切なケアを受けていたことは知っていたけど、ステュークス本部でより専門的な検査とブロッドケアを受けていると聞いて安心したよ。っていうか、ステュークスの人たちはなんでビルさんたちをあんな乱暴な方法で連れ去ったのかな。ひどいことをするわけじゃないなら連れ去る前に説明してくれればよかったのに。ごめんね。基本的に被験体は冷静に対話ができる状態じゃないことがほとんどなんだ。だから双方の被害を最小限に抑えるため、まずは対象を確保、その後に事情聴取っていう行動を取らざるを得ない。オーバーブロッドした魔法師は理性を失った怪物も当然。欲望と妄執の塊と言っていい。自分の願いを叶えるためならどんな手段も厭わない危険な存在だからね。それにこれだけ短期間に近しい人間が連続でオーバーブロッドするなんて過去にもほとんど事例がない。ステュークス側も警戒せざるを得なかったのさ。調査の結果、幸運にも全員が正常な状態に戻っていたことが証明されたから良かったようなものの、最悪の事態も想定できたからね。オーバーブロッドした本人もそばにいた人間も誰も命を失わなかったことは本当に幸運なことなんだよ。そうだね。私たちは本当に幸運だった。ビルがオーバーブロッドしてしまったあの日のことを夢に見て飛び起きることがある。鏡よりも彼の500万人のマジカメフォロワーよりも近くで彼のことを見つめていたつもりだったのに、私は彼の隣で彼の何を見ていたんだろう。ルークさん、すまない。後悔しても仕方のないことさ。それに私が手を差し伸べたところで彼のオーバーブロッドが避けられたかどうかはわからない。もしかしたら救えたかもしれないなどと考えるのはとんでもない思い上がりだ。ビルの怒りは、絶望は彼だけのもの。他のみんなもね。ねえ、
そこまで理解しているのに、なぜルーク・ハントさんはここへやってきたの？私は、やれるだけのことはやった、というために来たんだ。やれるだけのことは、やった？ああ、他の誰のためでもない、私自身のポリシーのためさ。君は、本当に変わった人間だね。今日は、とても興味深いデータが取れたよ。ありがとう。それじゃあ、僕はそろそろ本部に戻らなくちゃ。ランチとディナーは12時と19時に手配したけど、時間を変更したければ、ドアの横にあるデバイスでオペレーターに連絡を前方スクリーンに話しかけてもらえれば、バーチャルアシスタントが起動して各種ゲームや映画などを楽しむことができるよ。暇つぶしにどうぞ。うわ、すごい。最新の映画まで全部入ってる。メルシー、お気遣い感謝するよ、オルト君。じゃあみんなの検査が終わるまでしばらく待っててね。やれるだけのことはやったか。兄さんのためにオルトができることって何なんだろう。ただいま兄さん。被験体 F のテストはどう？今バトルシミュレーションでのテストが終わったところ、本当に何もかもがしょっぽいんだよな。高濃度のブロッドが検出された魔獣っていうのは事前の調査通りなんだけどね。検査で分かったのは魔獣と何らかの動物を魔法的に掛け合わせた存在だってこと。人間と同等の思考能力を持っていること。魔法は見た目通りしょぼいこと。それからブロッドの蓄積量が桁外れに多いかもしれないこと。かもしれないって兄さんらしくない発言だね。どういうこと？正確なブロッド蓄積値を計測しようとすると、その度に数値が著しく狂うんだ。ファントム化した被験体と同等か、それ以上のブロッドが溜まってるレッドゾーンな数値が出たかと思えば、次の瞬間には限りなくゼロみたいな数値が出る。ヒーリングルームでブロッドケアを試みても全く効果がなくって。見てよこれ。コボン、デザートを一口よこすんだぞ。すごく気持ちよさそうに寝てるね。各数値もすごく安定してる。謎の組織にさらわれてよくへそ天で爆睡できますな。その謎の組織のボス仮が言えたセリフじゃないですが、バトルシミュレーターの他にも色々と検査をしてみて分かったけど、グリム氏には何らかの強烈な魔術がかけられた痕跡がある。彼の耳から出ている青い炎、魔獣だから種族特有のものかと思っていたけど、もしかすると兄さんと同じで呪いが具現化してるの？その線で術の解析を試みたけど、かなり複雑な魔法が重ねがけされてて全体像がつかめない。ステュークスの保有するスーパーコンピューターの処理能力をもってしても解析し終わるまでに100年かかりそうだよ。重ねてある魔法の浅めの階層を覗いてみて分かったのは、かなり古い魔術だってこと。古いってどれくらい？1000年前の原始魔法クラス。誰が何のためにグリム氏にこんな複雑な魔術を施したのかわからないけど、現状グリム氏に施されてるブロッド耐性が呪いなのか祝福なのかもわからない。というか、その2つは呼び名が違うだけで、相手に何らかの魔術を付与するという点で同種の魔術だもんね。違うのは術者の感情がプラスなのかマイナスなのかだけだ。そう、僕たちの一族が代々受け継ぐ溜まったそばからブロッドを焼却する呪いだって、人によっては一生暴走しなくて済むありがたい祝福だけど、きっと僕らのご先祖様からすれば二度と謀反を起こさないよう施された呪いだ。シュラウド家が代々嘆きの島の番人をするよう命じられた原因は、初代当主が原初のファントム
と呼ばれるタイタンズを引き連れてジュピター家に謀反を起こしたからだったよね。そうで結局ジュピターにコテンパンに負けて罰としてファントムを封じ込めるための牢獄タルタロスとファントムの墓場冥府の管理を押し付けられた。まったくジュピターを倒して一族のトップになろうだなんて信じられない。勝率低いのは分かってただろうに本当に拙者の祖先か。おかげで子孫一同全員が大迷惑。夢も希望もないとはこのことだよ。歴代当主はこの世からファントムがいなくなればこの神器臭い場所からも万人の役目からも解放されると考えてせっせとブロッドの研究に勤しんできたわけですが、ご覧のようにどうにもならずに今ここですわ。僕も昔は全人類に僕らと同じ呪いをかければ全て解決だとか考えて自分にかかった呪いの解析とかしてみたけど、解析し始めて3分で気づいた。体内のブロッドを焼却し続ける呪いがブロッドがない時に何を燃やすのか。ブロッドの元である魔力だね。そう僕らは負のエネルギーを生産し続けないと生きてるだけで MP が消費されるデバフがかかってる。溜まったブロッドがすぐに焼却されるだけならシュラウド一族は全員陽気でハッピー&マジカルパワー炸裂のヒーロー集団なはず。でもばあさんも父さんも魔法は魔導デバイスで補助してた。しかも超絶マイナス思考なダウナータイプ。その段階で呪いが最悪なものだって普通はわかる。子供の頃の拙者察し悪すぎか。ブロッドを燃やし続ける僕らの体はこの嘆きの島の地中深く負のエネルギー渦巻くファントムどもの墓地冥府を管理するためだけに適合してるわけ。最高によくできた呪いだよ。さすがは神々の時代と呼ばれた古代にかけられた呪いですわ。拙者ごときがどうにかできるわけがない。兄さんは天才だよ。だから本気を出せばこの状況を変えられるかも。そりゃ拙者は結構優秀ですよ。でも先祖代々どうにもならなかったことをなんとかできるほどじゃない。本気出すだけ無駄。それにオルトだって忘れたわけじゃないだろ。この場所から出ようとしてオルトがどうなったか。それは僕の運命は生まれた時から決まってる。この暗くて神気臭い場所で亡霊たちと一生を共にするしかない。万が一にも僕らが役目を放棄しタルタロスに封じられたファントムたちが地上に溢れ出すことがあれば世界はまた振り出しに戻る。そしたら気になってる漫画の続きや崖物ライブも見れなくなるしゲームだってやってる場合じゃなくなる。ただでさえリアルには夢も希望もないってのにお仕事までできなくなったら最悪オブ最悪。それに先祖代々コツコツレベリングしてきたセーブデータのリセットボタンを押す勇気はさすがにないよ。地上の奴らは僕らの苦労なんかミリ知らで能天気に暮らしてて羨ましい限り。死者の国の王は迷える死者の魂を導き誰もが恐れる任務を勤勉に全うしたって言うけど、本当は兄さんみたいに押し付けられた仕事を仕方なくこなしてただけかもしれないね。死者の国の王がそれはないでしょ。まあでももしも本当にオルトの言う通りだったらもともと推しなのにさらに激推しになってしまいますな。所長代理、被験体 A から E までの全検査工程が終了しました。レテの川の準備が完了するまで各個室で待機を言い渡したのですが少々問題が。ああはいはい今行く。あの問題児たち次は何だって言うんだ。兄さんならできるよきっと。え今なんか言った？なんでもないよ兄さん。行こう。